前回スサノオがヤマタのオロチを倒しました。ところが最後の尾を切るとカチン、なんと中から一本の剣が出てきたんです。この剣は後に三種の神器の一つ、草薙の剣として知られるようになります。なぜ怪物の中から剣だったのでしょう。剣は古代において武力や権威を象徴する大切なものでもありました。だからこの場面を脅威を退けた後に新しい力が現れる物語として読むこともできます。スサノオが脅威を退け、その中から剣を得る。そこには困難を乗り越え新しい秩序へつなげていくという意味を重ねてみることもできます。三種の神器は古くから皇位継承の際に受け継がれてきた皇統の連続性を象徴する神宝です。神話では天照大神がニニギノミコトに授けたとされています。そして天皇の位とともに受け継がれてきたとても神聖な宝物です。そこにはこの皇統が受け継がれていくという皇位の正当性を示す意味も込められてきました。また古代の社会では鏡や玉、剣を持つこと自体が祭祀や権威を示す大きな意味を持っていました。つまり神聖なものと権威を示すもの、その両方の意味を持っていたと考えられます。だから三種の神器は単なる宝物ではなく、神と人をつなぎ権威を受け継ぐ特別な神宝として大切にされてきたのです。鏡は自分を知るもの。鏡は光を受けて自分の姿を映します。自分を顧みる心とも考えられます。玉は命を尊ぶものです。古代の祭祀と深く関わる神聖なものです。だから命への祈り、つながりを感じます。剣は道を切り開く刀。剣は力の象徴であると同時に潔く立ち、道を切り開くものでもあります。決断して進む力を感じます。鏡で自分を見つめる。玉は命を大切にする。剣を持って自ら道を切り開く。三種の神器を権力の象徴だけで見るのではなく、日本人が大切にしてきた生きる姿を三種の神器に見ることができるように思うのです。